はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。今日は中学、高校、大学と強豪校の相撲部に所属し、相撲歴はもう20年を超えている私が相撲部あるあるについて紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。相撲部あるある。寮、家に着いた途端に服を脱ぎ捨て、基本はパン1もしくは全裸。はい、これね、あるあるですね。これは相撲部もしくは大相撲の力士にも言えることかもしれませんが、とにかくね、相撲部というのは、相撲をしているとき、部活しているときとか稽古しているときはもちろん裸ですよね。なので、基本ね、ほんと裸が大好きなんですよ。なおかつ暑がりということもあって、外から帰ってきたら、一番最初にすることといったら、服を脱いでね、身軽になります。中には裸になる人もいます。基本はパン1ですね。で、大学、高校の寮内とかだと、裸で歩き回ってる人っていうのはたくさんいます。返答に困った時の反応。だいたい、うっす。これもね、めちゃくちゃあるあるなんですよ。この、うっすって言葉が何を意味するかは僕もまだ理解できてないんですけども、とりあえず大事なのは、肯定でも否定でもないということですね。なんかその場をうまーくこう乗り切るための便利な言葉がスーなんですよね。コツとしては本当にスーを歯の間からね空気を抜くように首を前に出しながらスーでちょっと申し訳なさそうに言うのがコツですね。皆さんも使ってみてください。無茶なことを先輩やら先生に言われても無理ですとは言わずに、いや厳しいっすと言ってごまかす。これも先ほどのスとちょっと似ているんですけども、明らかに無理なこと言われた時でも無理ですって言ってしまうと、なんか拒絶しているようでね、イラッとしちゃう人とかいるんですよね。たまに明らかに自分から無理なこと言っといて断られたら切れる人みたいないるんですよ。そういう時のために、明るめにいやちょっと厳しいっすみたいなこと言うと、なんかこいつ一旦は頑張ろうとしてんのかなみたいなのが伝わって、なんかこうやんわりと断ることができます。結局は断ってるんですけどね。はい。テーピングは最強で万能。これもね、ありますね。もちろんテーピングっていうのは稽古中にね、いろんなところ巻いたり補強したりで使うんですけども、それ以外でもね、結構使うことは多いですね。ガムテープの代わりに使ったりとかね。あとは自転車のハンドルとかをね、補強するときにテーピング貼ったりをします。もうほんと日常のね、ありとあらゆることに応用が可能。そんな最強の道具がテーピングです。中には間違った使い方をして問題行動をする人もいます。街中でも学校でもどこでも相撲部員同士すれ違ったらとりあえず四つに組む。これは相撲部にとって四つに組むっていうのはね、もう挨拶みたいなもんなんですよね。僕も学生の時とかね、歩いててすれ違ったらよしみたいな感じで四つに組むんですよ。なんかちょっと上手から振ってみたりとかね、小手投げしてみたりとかしながら、じゃれ合うというのが、相撲部流の挨拶ですね。僕がね、学生の時はね、相撲部の顧問の先生が学校で歩いて会うと周りのね生徒もいる前で四つに組んでくるんですよ。で、お前どうすんだこの体勢から回し切ってみろとか言われて、なんかこう腰打ったりして回し切って、もうそうやな、昨日言ったこと覚えてるなとか言われて、でもね周りにね、クラスメートとかね女の子とかいて、とても恥ずかしかった思い出があります。押し相撲の人は遊び相撲ができない。これはもう真理ですね。遊び相撲っていうのが何かっていうと、遊びで相撲をする、もうその名の通りですね。2、3割の力で、相撲をして、その立ち合いとかはね軽くするんですけども、なんか普段やらないような技してみたりとか、練習中のね技とか攻め方してみたりとかしながら遊ぶことですね。これはね遊びと言いつつも、普段相手がね本気で来た時にはできないような、そういうのをねうまーくこう練習しながら遊べるっていう、便利なあれなんですけども、しかしね
押し相撲の人、もう普段から当たって相手を押し出すしかしてないから、遊び相撲ね、バリエーションがないからできないんですよ。押し相撲の人が遊び相撲したら、相手をこう押し出すだけしかできないっていう、本当にね、つまらない遊び相撲になってしまい、遊び相撲としてね、成立しない。押し相撲の人はね、遊び相撲ができない。稽古中の掛け声、大体、そう大体ね、他の部活でも、声出すじゃないですか。野球部でもね、なんか、わーわー言ってるじゃないですか。それが相撲部の場合はね、そうって言うんですよね。僕もね、よく言ってました。あと、先輩とかに、お前声出せとか言われて、はいとか言って、そうとか言ってね。僕も、後輩に、お前ちょっと声出せよとか言って、そしたらみんな、そうとか言ってましたね。ただ、この、そうの意味は、よくわからないんですけども、みんなわからない中、まだ言ってますね。多分まだ言ってると思う。ゲイなわけではないが、一緒にくっついて寝る人がいる。言葉の通りですね。お互いゲイなわけではないんですけども、なんかいつもくっついて寝てる人とかいるんですよね。なんかこう、なんか抱きついて寝てみたりみたいなしてる人がいて、単純に仲がいいのと、あとノリですね。なんかそういうノリがおもろいみたいなのがあって、寮内でね、手つないで歩いてる人とかね、よくいましたね。決してね、セクシュアルマイノリティの方をディスってるわけではないので、そこはあしからずと。はい。全国大会出場やインターハイ出場は全然すごくない。ちょっとね、説明させてほしいんですけど、まず相撲っていうのはね、人口が少ないね。中学、高校とかだと、もう県内に1校しかないっていうのはね、結構ザラにあるんですよ。僕がいた鳥取県も、鳥取城北高校1校しかなかった。だから、インターハイに出るっていうのはもう決まってるんですよね。全然すごくないですね。なので、他の競技に比べて、全国大会っていうもののハードルが、低いと。ただ、他の人たちはね、それを知らないんで、インターハイ出た。全国大会出たって言うとね、すげーってなるんですけども、相撲の世界だと、そんなに他の競技ほど難易度は高くないですね。県にもよるんですけども、基本的には難易度は高くないです。稽古前になると、みんな無言になる。これは本当に、そうなんです。稽古がね、基本的にめちゃくちゃきついと。強くなるためにはしなきゃいけないんですけども、もうやりたくないと。みんな朝ね、学校行って、午前中とかはね、元気いいんですよ。なんかワイワイして、他のやつと喋ったりしてるんですけども、大体ね、昼食、ランチ終わったぐらいから、だんだん元気なくなるね。学校の場合だと大体午後のね、授業が終わるのが4時ぐらいかな。で、そこから部活始まるんですけども、もうね、その頃、稽古始まる直前とか、もう相撲場の中の稽古前とかね、もうドヨーンとしてますよ。みんな無言です。無言でテーピング巻いたり、1年生は掃除したり、なんかストレッチしたりしながらも、嫌な空気がね、漂ってますね。学校の終わる直前のなんかホームルームみたいな時間あるじゃないですか。もうあんなんで、もう大体寝てますね。授業は寝ないようにしましょう。おっぱいぽよぽよの人、すごく押しにくい。どういうことかっていうと、相撲って裸じゃないですか。で、こう押すときに、胸とかこの脇の辺に手を当てて押すんですけども、その時にね、おっぱい垂れてる人とかは、押そうと思っても動いちゃうんですよね。動いてるものって、押しにくいじゃないですか。どこに力伝えていいのか分かんなくて。だから、おっぱいぽよぽよの人とかね、当たって押そうと思ったら、このおっぱいがガッとずれて、押しづらいんですよね。なんかこう、スライムをしてるみたいで。なので、そういう人とかは、もうぶつかり稽古とかはね、人気ないですね。やっぱりおっぱい動くから押しづらくて余計疲れるし、ただ逆に、硬すぎてもバッキバキの人も逆に押しづらいんですよ。なんかね、説明してたんですけどね、ちょうどいい具合があるんですよね。そのちょうどいい具合の人は、もう胸出しでめちゃくちゃ人気になって、もうね、稽古ね、始まってから終わるまでずっと胸出ししてるみたいな人もいます。だから、大相撲のね、力士とか押しづらいんじゃないかなと思って見ています。稽古終わりに回しを外すとき、股間の開放感、半端じゃない。これは稽古終わりですね。回しってね、基本的にこう結構締め付けるんですよ。お腹も締め付けるし、股間の部分も締め付けると。
なので、居心地いいか悪いかで言ったら、悪い寄りなんですよね。ただそれをね、外した時の、もう自分の股間がこう、なんか外の世界にリリースされる時のね、解放感っていうのがね、本当にね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。稽古終わったぜっていう解放感っていうのもね、加わって、もうね、とんでもなく気持ちいいですね。もうあの瞬間のために相撲してると言っても過言ではないですね。相撲部の顧問の先生、相撲部員からめちゃくちゃ恐れられてるけど、一般生徒からめちゃくちゃ人気。いや、これね、そうなんですよ。やっぱ部活の顧問の先生、僕が学生の時もね、やっぱめちゃくちゃ怖い存在でした。もう学校ですれ違うもんならね、ピシッとして、ボタン閉めなきゃ、みたいな、ピシッとしてましたけど、やっぱいい先生が多いんですよね。熱い先生が多い。面白い先生が多いから、一般の生徒からはね、人気出るんですよ。僕も学生の時に、部活の顧問の先生歩いてきて、うわ、やべえと思ってこうピシッとしてたら、もう女子生徒とかがね、なんかいじり出すんですよ、その先生を。こっちがハラハラするみたいな。そういうのね、よくありましたね。で、その先生も、一般の生徒にはね、もちろん優しいんですよ。ちょっと冗談言い合ったりとかね、親身に接してあげて。もちろんね、僕らにも優しい、親身には接してくれてるし、すごく愛情を持って接してくれるんですけども、基本は怖いんでね。はい。僕たちは恐れる。一般の生徒は、なんであんな怖がってんのみたいなね、すごいね、ギャップが生まれていました。はい。以上、相撲部あるあるを紹介してきました。この他にもね、本当にいっぱいあって、相撲部っていうのはね、やっぱ他のね、スポーツとはちょっとこう、テイストがね、違う裸だし、そういうのもあるんで、いろいろね、きついこともあれば、面白いこともたくさんありました。今日紹介したのはね、もう全体の中ではほんと少しなんで、評判が良かったら、また続編も作っていきたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。では、アディオス。